機動戦士ガンダムの世界では、大きな戦果を残したパイロットのことを、赤い彗星などの二つ名で呼ぶことがあります。二つ名を持つパイロットが戦場に現れるだけで、味方の士気は大きく上がり、敵は恐怖に震え上がったことでしょう。今回は、テレビ版機動戦士ガンダムに登場する様々なパイロットの二つ名と、なぜ、その名で呼ばれるようになったのかについて見ていきましょう。赤い彗星。まずは、赤い彗星ことシャア・アズナブルについてです。シャアは、本名をキャスバルレム大君といい、ジオン公国の前身である、ジオン共和国時代の初代首相のジオンズム大君の息子で、アルテイシアを妹に持ちます。シャアは、幼少期に、父ジオンが、デニンソドザビを筆頭とするザビ派と大君派の権力争いの渦中で亡くなってしまい、ザビ派の暗殺から逃れるために、南郷のマス家に逃れていたため、幼少期は、エドガウマスを名乗っていたこともあります。この幼少期の体験から、キャスバルは、打倒ザビ家を自身の宿命とし、本当の名前を隠し、シャア・アズナブルという名でジオン軍に入隊しました。そんなシャアは、宇宙世紀0079-1月、ジオンと連邦の間で一年戦争と呼ばれる戦いが勃発し、その後、すぐにルーム戦役と呼ばれる両軍で、初めての大規模な艦隊戦が行われました。この戦いは、ジオン軍のモビルスーツが対艦戦闘において多大な戦果を上げた戦いでもありました。シャアはこの戦いに自身のパーソナルカラーである赤で塗装された MS-06S ザク 2S 型で出撃し、戦艦を5隻撃墜するという大戦果を上げました。モビルスーツには宇宙空間で移動や姿勢制御をするために推進剤が搭載されていますが、シャアは戦艦を撃墜した時の爆風を利用したり、船体を蹴ることで次の戦艦の近くまで移動するという離れ技をやってのけました。その操縦技術で推進剤の使用を極力抑え、補給することなく一度に5隻の戦艦を沈めたのです。シャアのモビルスーツは赤に塗装されており、通常機よりも 30% ほど推力を高めてあったのに加えて、戦艦から戦艦へと瞬間的に移動する様子がまるで赤い尾を引く彗星のようだったと恐れられ、ルーム戦役以降、シャアは赤い彗星という二つ名で呼ばれるようになりました。また、この時の様子は、シャアの護送飛びとも呼ばれました。その後、シャアは、アムロレイと運命的な出会いを果たし、お互いをライバル視しながら激戦を繰り広げていきます。青い巨星。次に、青い巨星ことランバラルについてです。ラルは、大君派のジンバラルを父に持ち、一年戦争以前からゲリラ戦を生き抜いてきた生粋の職業軍人です。父のジンバはアルテイシアの育ての親でもありました。ジオン内の権力争い時にキャスバルとその妹のアルテイシアを保護していたため、表舞台ではなかなか活躍することができませんでした。作中では直属の上官であるロズルザビからナルマザビの敵討ちの命を受け、グフを借りアムロの前に立ちはだかります。アムロとは中立地域の食堂で出会っていて、自身が連邦軍であるとバレて敵に囲まれている状況にもかかわらず、羽織っていたマントの下で拳銃を手にしていた思いっきりの良さを気に入っていました。アムロとの激戦の末に両腕を切断されて機体を失いますが、自身の得意とするゲリラ戦法でホワイトベースに白兵戦を仕掛けます。ホワイトベースの第2ブリッジを制圧するなどの戦果を上げますが、艦内でアルテイシアと出会った衝撃で隙ができたところを銃撃され負傷してしまいます。最終的にラル以外の切り込み隊が全員死亡してしまい、これ以上抵抗ができないことを悟ったラルは手榴弾用いて自決し、壮絶な最後を遂げました。ラルの人間的な器量の高さからアムロに人間的成長のきっかけを与えており、富野義行氏はアムロの父親役としての存在であったと語っています。なお小説版機動戦士ガンダムではアムロとの交戦はなく、戦死もしておらず、描写が大きく異なっています。このようにアムロを成長させる重要なキャラとして登場したランバラルですが、実はテレビ作中で青い巨星と呼ばれたことはありません。これは全3部で構成された劇場版機動戦士ガンダムの第2部愛戦士編公開前の PR 用に作られた後付けの設定であり、さらにもともとは青い巨星ではなく青き巨星とされていました。一年戦争開幕からルーム戦役までの約2週間で合計6隻の戦艦を沈めたことと、自身のモビルスーツを青で塗装していたことから、
この2つ名で呼ばれるようになったとされています。ちなみにグフはラル登場機以外も青色に塗装されていましたが、今ではランバラルイコール青というカラーリングが定着しているからか、オリジン版でラル機の武具も青色だったり、ビルドシリーズのラルさんの機体も青色だったりするので、発端である青い巨星というのは制作陣のブランディングのようです。黒い三連星。次に黒い三連星ことガイア・オルテガ・マッシュについてです。彼らはジオン軍のキシリアザビ率いる突撃機動軍第7師団第1モビルスーツ大隊司令部付特務小隊に所属しており、ガイア、マッシュ、オルテガの順で攻撃を仕掛けるジェットストリームアタックと呼ばれる三位一体の時間差攻撃戦法で多くの戦果を挙げました。ちなみにネット界隈ではガイア、オルテガ、マッシュ、ジェットストリームアタックを仕掛けるぞと、いないはずの4人目がいるかのような発言と言っているのは誰とネタになることがあり、以前当チャンネルで出したドムの解説動画でもコメント欄で賑わっています。また彼らは軍内での立場を優遇されるほど優秀な能力を持っていたようです。ルーム戦役ではザク2 C 型を借り、ジェットストリームアタックを用いて連邦軍総司令のレビル将軍が乗る機関アナン家を撃沈させ、脱出を試みたレビル将軍を捕虜にするという活躍を見せています。初代テレビ版ではルーム戦役は描かれておらず、異名だけが先に登場していましたが、後にモビルスーツバリエーションで黒い三連星仕様のザクが描かれ、オリジン版でも黒のパーソナルカラーのザク3機が活躍する様子が描かれました。もともと黒を基調とする機体が好きで愛用していた中、戦果を挙げて黒い三連星の異名がついたという流れになっています。ちなみにテレビ版で登場するまでに14隻もの戦艦を撃墜しているものの、当時のジオン軍のエースパイロットの基準は戦艦を5隻撃墜するというもので、14隻を1人当たりの撃墜数として計算すると約 4.6 隻で5隻に満たないため、エースパイロットとしては認定されていません。とはいえチームでの戦果を全てとして考えていたため、この点に関しては別段不満はなかったようです。またフラナガン機関による調査では3人ともニュータイプの素養があるという調査結果もあるようです。テレビ版ではオデッサへの援軍としてドムと共に地球へ降下。オデッサを防衛するためにアムロと2度戦いますが、1度目の戦いでジェットストリームアタックを破られてマッシュを失い、2度目の戦いではガイア、オルテが共に撃墜されて黒い三連星は全滅。また劇場版機動戦士ガンダムの第2部愛戦士編では時間の都合上一度の戦闘で全滅してしまいました。こうしてガンダムによって全滅させられてしまった黒い三連星ですが、パーソナルカラーが定着したからか、ゲーム戦士たちの奇跡やディレンの野望、ジオンの系譜といった作品のガンダムとホワイトベース隊を倒して生還する IF パターンでは、専用カラーで塗装されたビッグドム、高機動型ゲルググ、高機動型ギャンなどが登場しています。木星帰りの男。次に木星帰りの男ことシャリアブルについてです。シャリアはもともとジオン公国の有する木星エネルギー船団の隊長を務めていて、モビルスーツなどの動力源である熱核反応炉の核融合に必要なヘリウム3というエネルギー源の採掘・運搬の任についていました。一年戦争末期には危険な任務につきながらも必ず生還する彼にニュータイプの素養がある可能性がフラナガン機関から報告されており、ギレンがキシリアの動向を監視するという意味も込めてキシリアザビのニュータイプ部隊に送り込みました。またシャリアは富野氏の小説「機動戦士ガンダム」では28歳と設定されていて、若い年代での発言が多かったニュータイプの中では珍しい存在です。そんなシャリアは木星帰りの男の2つ名で呼ばれています。地球から約9億キロ離れた木星までヘリウム3の採掘に行くと往復で約4から5年の時間を要するため、長期間にわたる閉鎖空間での生活によるストレスで心身に異常をきたしてしまうものが少なくありませんでした。そのためこの採掘船団のキャプテンには優れた統率力や判断力を有する人物が選出されました。そのような過酷な環境から無事生還した者への称賛と敬意を表し、シャリアは木星帰りの男と呼ばれるようになりました。ちなみに機動戦士ゼータガンダムに登場するパプテマス・シロッコも木星船団の責任者ということで、同じく木星帰りの男と呼ばれています。
2人ともニュータイプ能力を持っており、地球と木星を往復するのはよほど過酷なのか、この異名は常人には耐え難い苦難を乗り越えた人物だけに与えられる、ある意味ステータス的な価値を持っているのかもしれません。劇中でシャリアはギレンやシャアの考えを的確に察知したり、ララーのニュータイプとしての力を感じ取ったりと、深い洞察力と直感力を見せていました。また戦闘面ではブラウブロに登場し、ニュータイプに覚醒しつつあるアムロとホワイトベース隊を苦しめましたが、最後はビームライフルで撃ち抜かれ戦死しました。ソロモンの亡霊。サイモン・ソロモンの亡霊ことララー・スンについてです。ララーはシャアによってニュータイプの素養を見出され、ジオン軍のフラナガン機関で訓練を受けた後、エルメスに登場してアムロと激戦を繰り広げました。ララーの出自は作品によって異なりますが、元娼婦だったり戦争孤児だったりと、あまり裕福ではない生活をしており、劇中でも私のような女をなどと自身を卑下するような物言いをしています。コロニーの中にいながらコロニーの外にいるアムロを感知したり、アムロとの戦闘中に電話でアムロと会話したりと、ニュータイプとしての能力の高さも発揮していました。そんなララーはエルメスを受領後、連邦軍に占領されて、後にコンペイトウと名付けられることになる宇宙要塞ソロモンへ試運転として赴きます。そこで無線誘導兵器ビットを使い、ソロモンに駐留している連邦軍艦隊に超長距離から狙撃。この試運転では連邦軍の戦艦をいくつも撃沈させ、生き残った連邦軍からは狙撃位置がわからない恐怖と、どこからともなく聞こえてくるラという音からソロモンの亡霊と恐れられることになりました。ただこの試運転の後、パイロットへの負担軽減のためにビットの射程範囲を狭めています。その後戦場でアムロと出会い、会話を重ねながら互いに分かり合っていきますが、最終的にはアムロのガンダムの攻撃からシャアをかばって死亡しました。ということで以上、テレビ版機動戦士ガンダムにおける2つ名を持つジオンの猛者たちについてでした。モビルスーツバリエーションを含めると異名を持つ人物は多く存在しますが、それはまた次の機会に見ていきたいと思います。皆様が好きな異名もぜひ教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。